いつもです。はい、では1つ目の変える方法ですね。それはですね、ベタ塗りペンを選んだ状態でこのようにツールプロパティってありますよね。そこのこのクランチですかね、ねじ回しのやつ、そこをタッチします。はい、するとこのようにサブツール詳細というものが出ます。はい、でそこのこのブラシの先端というものを選びます。はい、はい、ここのですね、この適用方向っていうのがありますね。はい、これの水平か垂直、皆さんが好きな方を選んで、やりましょう。で今回は自分は横線みたいな、こんな感じの形のブラシを作りたいので垂直でやります。はい、垂直じゃ選びます。はい、でそれで厚さを調整します。はい、上の方に厚さってありますよね。これを調整します。するとこのように線が細くなってますよね。で、はい、この見えますかね、このカーソル、これが細くなってますよね。はい、でこれもまた厚さ自分で調整してこんな感じにっていうこともできます。このカーソルを、このように傾けたりすることができるんですね。はい、先ほどは横でしたよね。これが今度は斜めになってますよね。はい、で自分が好きな、向きで、やっていくというような感じです。で毎回この自分が使いたい、向きって変わると思うんですね、色を塗ってる間に。なのでそれはパソコンのキーボードとかに変えられるショートカットの設定も紹介したいと思います。はい、ではですね、上の画面のメニューのファイルを選びます。はい、でそこのですねショートカットキー設定ってあるんですけれども、そこをクリックします。はい、ここのですね設定領域のところをクリックします。はい、するとこちらにいろいろ出ますよね。それのオプションを選びます。はい、このオプションのところの、下の方に行くと向きという項目があるので、ありました。はい、この向きを反時計回りに回転で向きを時計回りに回転、この2つをパソコンのキーボードのキーを、設定します。でここをタッチします。はい、ダブルクリックですね。するとこのように、キーを押せば、はい、設定できます。でこれを、好きな皆さんが好きなキーを押して、ショートカットを編集というふうにやります。で一応自分は F とします。でショートカット編集をクリック。はい、これで設定できてるんですけれども、皆さんがもし初めてキーを設定した場合、このキーは何々に振り分けられてますがそのまま設定してもいいですかっていうふうに出ると思うんですよ。それは、どうしてかというと、最初からもうパソコンのキーにはそれぞれ何かショートカットキーがもう割り振られてるんですね。なので皆さんもちょっと使いやすいキーを設定した場合、もしかしたらもう最初から何かに割り振られているキーかもしれません。でその場合はもう皆さんで大丈夫か、考えて、設定してください。それかまた数字だけついているキーボードってありますよね、数字だけのやつ。それを別に用意してそれにショートカットを設定してもいいんじゃないかなと思います。でそれで、
設定し終えたので、こちらの OK を押します。はい、で先ほどの、はい、今キーボードで FD、はい、回りますよね。これでちょっと自分が好きなこれだとね、作業もはかどりますよね。はい、はい、じゃあ2つ目やっていきます。2つ目はですね、Photoshop に、このような四角いブラシってありますよね。それをちょっとそのようなブラシを作っていきたいと思います。まずはですね、この今自分が使っているキャンパスは 1000×1000px なんですね。できれば皆さんも 1000×1000px でやってください。でですね、この図形というところを使って四角形を作りましょう。はい、今回は正方形みたいにやりましょうね。で長方形でもいろんな形でもできるので、例えばこういった違うものとかこんな風にやったりすることもできますんで、はい、でも今回は正方形でやっていきます。でその中に色を塗りつぶします。はい、で、大きさはですね、だいたい本当に大きめに真ん中の方に、作った方がいいんじゃないかなと思います。はい、小さく作ったら、小さいままでしかちょっとできないので、はい、だいたいこのぐらいの大きさで、作ってください。で次はこれをですね、素材登録します。メニューの編集を選んで、素材登録ってありますよね。ここの画像を選びます。はい、するとこういった画面が出ます。こちらの素材名を自分が分かりやすい素材名にします。でこの下の方にブラシ用素材設定という風なのがありますので、そこをブラシ先端形状として使用をチェックを入れます。はい、で、右側にありますこのすべての素材というところをクリックして、カラーパターンっていうところに、選んでおきましょう。カラーパターン、はい、でここを OK します。はい、OK しました。すると、ちゃんと素材登録できたかちょっと確かめてみましょう。メニューのウィンドウを選び、でそこの素材というところを選びます。でこちらにあるので、素材カラーパターンがありますね。こちらを選びます。すると、はい、ありますね、四角が。はい、でこれをですね、ベタ塗りペンに、設定していくんです。ベタ塗りペンを選びます。でそこをですね、マウスの右クリックをします。するとサブツールの複製というのが出ますから、それでベタ塗りペンを複製します。はい、で名前を皆さんが好きな名前を打ちましょう。で OK を押します。はい、でこちらの方に四角ペンというのができましたね。はい、でこれを選びます。ツールプロパティを選ぶとこのようにありますよね。でまた先ほどのように、ツールプロパティのこの、クランチといいますかねじ回しのアイコンをクリックします。はい、でそこで、このブラシ先端というさっきと同じですね、そこをクリックします。でそこでですね、こちらの素材を選んだ状態にしといて、ここをクリックして先端形状を追加してくださいという、
メッセージがあると思うんですけれども、そこをクリックします。はい、クリックして、でこちらの左側の方ですね、作成した素材というところがありますね。そこをクリックします。はい、すると一応自分がいろいろ作ったのがあるんですけども、先ほど作ったこのテスト資格を選びましょう。で OK を選びます。はい、これで、はい、もうこのようにしてできてますね。はい、でもこのようにちょっとギザギザというふうにはちょっとなってしまうんですね。それをちょっとだけなんですけれども軽減させる方法は、はい、こちらのサブツール詳細のこのストロークというところを選びます。するとこの間隔っていうところがありますね。ここをですね、この一番狭いというところを選ぶと、先ほどよりはちょっとねギザギザが減りました。はい、このぐらいですね。はい、はい、素材を登録した色はこの色でしたよね。でじゃあまず違う色を使ってみましょう。では青ですね、水色を使います。はい、できません。はい、このままの状態ではちょっとできないんですよ。登録した色でしか色を塗ることができないんですけれども、その場合はこちらのインクというところをクリックします。するとこの下地混色というところがありますね。こちらにチェックを入れます。はい、入れました。するとこのように、はい、色が、登録した色以外のもので設定することが、色を塗ることができます。はい、はい、皆さんが設定する場合はもしかするとこちらの絵の具の量とか絵の具の濃度とか色のびとかが数値がいろいろ違ってたりすると思うんですよ。多分色のびは関係ないかなとは思うんですけれども、自分は全部 100% にしてます。するとベタ塗りペンの色合いに近づくんですよ。こうやってはっきりしてますよね。でもこのようにちょっと塗り始めと最後のところですね、終わりの方はちょっと、ベタ塗りペンとは違ってちょっとだけ、グラディエーションが出ます。はい、でもここは別に許容範囲ではないかなと思います。はい、このように、はい、形もサイズもちゃんと変えられますので、はいはい、今回は四角でしたが、皆さんが好きな形でちょっとやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。